こんばんは。昨日ね、カニ道楽に行ったんだけどさ、我が家は今みんなゲームにハマってるんですよ、私以外。娘たちはもう寸暇を惜しんでやりたいからカニ道楽でもずっとやってるわけで、ねえねえ、結構さ、ヒットする商品には理由があるじゃないって。そうだねって。で、この今3人がハマってるゲームは、なぜそんなにハマるのか、そしてなぜこのゲームがそんなに人気があるのかっていう理由はさ、もう分析できてるのって言ったら、もちろんだよっつって言ってくるから、もうちょっとそれ教えて、それ知りたいって。大好きな人とか大好きな子供がそこまで夢中になる要素をその商品とかゲームは持ってるわけじゃん。でそれは聞きたくてさ、でそれはやっぱり自分なりの基地を作れるところとか、あと人類史じゃないけどさ、人類だってさ、ホラー穴見つけてさ、居場所作ってさ、そして領土を広げていくみたいなもんじゃん。だから DNA に刻み込まれてるそういう行動史みたいなものをこのゲームで追体験してるから強いのかねとかさ。でだんだんそのうちさ、学生時代ってどんなゲームハマってたとかっていう話をずっとしててさ、もう旦那さんとかもすごい嬉しそうに、いやその時はねこのゲームでねとかさ、懐かしいな、今もこれあるんだとかっていうのを一生懸命話してくれてたの。さ、娘たちもさ、それやってみたいとかになって盛り上がってたの。でこれ今何の話をしているかというとさ、私相手といい時間を過ごすっていうのが人間関係のゴール、最終的にはゴールだなと思ってるの。その魂を磨き合うとかさ、成長し合うっていうのはあるんだけど、でもね、最終的になんかいい時間だったなって思えればいいんじゃないかなっていうところがあって、でそのいい時間を相手と過ごすために一番大事にしているのは、その相手をより知っていくっていうプロセスなんだよね。でそれはもう何年経っても出会って20年経ってもまだまだ知らないところがたくさんあるし、それを知りたいって思う。で例えばこれは家族だけじゃなくっても、初めて会う人とデートしに行くとかさ、会いに行くっていう時にさ、めちゃくちゃ緊張するし、こういう性格だけどちょっと惹かれないかなとかさ、いろんなことを考えると思うんだけど、それよりも何よりも相手はどんなことを考え、何を面白いって思って、何を嫌だなって思うのかということをなんか会話の中で知っていって、それに関心を持ってなんつうの、人間愛を突き進めていくみたいななんかそういう時間ってすごく尊いし、結局それが一番人間関係がスムーズにいくっていう気がしているんだよね。なんか今回のそのカニ道楽でお話をしたような、彼はゲームのどこにハマっているのかとかさ、何に対して興奮するのかみたいなことをすごく知りたくって聞いていく。でよく聞き上手になりましょうとかさ、話を聞きましょうとかっていうのがあるけどさ、私の大好きな言葉で聞き上手より知り上手ってなんだけど、聞くというよりその人の考えを知るっていうことがいい時間にはすごい大事だなって思うの。でその知ることでより愛しさが増すし、じゃあ今度この人にこういうこと聞いてみようとかさ、いう風にしてなるじゃない。何の会話でもいいんだけど、自分の興味のあることを彼だったらどういう風に考えるのかっていうアドバイスを求めたり、彼なりの考え方を聞いたりっていうことで、また彼への理解が深まるし、彼の思想へのリスペクトだったり共感だったり、自分はこことここが違うんだなっていう個性の発見だったり。でもなんかそういう相手の美学を知るとか、相手の考えを知るっていうことを忘れちゃって、自分が変な振る舞いしないようにとか、自分が好かれるようにとか、相手のストライクゾーンに入るようにってやると、もうなんか全くもって急に何をしたらいいか分からなくなるじゃない。今後なんかそういう場面があった時に、相手を今日は知りに行く場ってなんか決めていくっていうのも一つ楽しい方法かなと思うの。いや、職場も営業も何でも
もう相手を知りに行く場だって思うと、なんかね、変なエゴとか、なんていうんだっけ、認められなきゃいけないとか、そういう承認欲求みたいなのが効いてくんだよね。エゴフリーだよね、知りに行くっていう感覚って。こちら側に矢印が向いてないっていうかさ、相手のことを知るじゃない。そうするとさ、必ずそこになんかキラッと光るものがあるんだよね。自分にはないなって思う。へー、なるほど、そうやって考えたんだっていうさ。で、それをさ、すごくいいですねとかさ、そんな風に考えられるんですかとかさ、さすがですねとかさ、それも全部伝えていいっていうかさ、もう野放図に伝えていい。いいですねって言ってる時間って最高に人間同士のいい時間じゃない？愛のエネルギーってさ、みんなのこと考えたり、あと周りのこと考えたりして出すのを控えていくと、だんだんエネルギーって小さくなってきて、シュリンクしていくんだよね。でそれって愛の出し惜しみっていうんだけど、愛のエネルギーの放出量が少なくなる。そうすると何が起こるかって、自分のやる気が出なかったり、なんかこう繋がらない、天と繋がってない感じがしたりとか、頭ばっかりで考えちゃったりする。なので、もうね、今日は思いついたこと全部やろうみたいな。今日ははって伝えたいなって思う愛は全部伝えよう。放って終わりでやってみようって。それは自分への愛もそうで、なんかイラスト描きたいなって思ったら描く。なんかちょっとこれ食べてみたいなと思ったら食べる。で、手紙書きたいなと思う。久しぶりに手紙書きたいなと思ったら、便箋とペンでこう手紙書いてみるとかさ、コメントしたいなと思ったらコメントする。なんかピアノ弾きたいなと思ったらピアノ弾く。LINE 送りたいなと思ったら送る。なんかそうやってこれやりたいなって思った時にバッてやるっていう、これが愛の放出だし、自分へも世界へも。で、それによってまたね、出すって気持ちいいんだよね。愛を出すって気持ちいいの。そうやってこう愛のエネルギーをどんどん惜しみなく出していくことが全体範囲だし、でも本当に自分のためになるのよ。めちゃくちゃパワフルになるから。今まで開かなかった扉もバンバン開いてくるから。だからLINE しようかな。でもちょっと時間遅いしな。インスタこれあげようかな。でもあんま意味ないか、こんなのは喜ぶ人いないかとかさ、あそこに行こうかな。いやでもそれ売ってなかったら無駄足だなみたいな、この2連が出てきた時にそれをパン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 つって一連で爆破して、こう愛を出しに行く。もう放って終わり。行って無駄足上等。もう行くという時点でもうエネルギー放出完了してますから、あとはもうおまけみたいなもんですよみたいなそんぐらいの軽やかさでやっていいんじゃないかなって思っています。で、それを出した瞬間にまた毎秒毎秒次元って変わっているからさ、出した次の瞬間と出さない次の瞬間では、そっからまた開く次元が変わるわけよ。とすると、出した先の次元を見に行った経験を積めば積むほど、出していい、出して大丈夫の次元がどんどん開かれていくわけだよね。だからね、出してみるとわかる。出してみると開く扉があるって感じだよね。見返りなんて、もっと言えば、自分が愛を放つじゃない。この愛を放てたという喜び以上の見返りなんてこの世に存在しないのよ。だから、すべての見返りは代替品ですよ。この魂の喜び以上のものはない。だから放つと同時に、実は世界で一番大事な見返りをもう手にしているので、もうこれ以上何も求めなくていい。それが今ここパーフェクトということだし、今ここに全てあるということだし、私で全部完結しているということだし、私が創造主であるということだし、私の中に全てがあったということだよね。というふうに思っています。それじゃあね、またね。